こんにちは。改善ベースです。このコースはアニメで学ぶ QC7 つ道具パート2です。パート1に引き続き QC7 つ道具の手法について詳細を学んでいきましょう。今回はデータのばらつきを視覚化するヒストグラムについて概要と作成手順を確認します。それでは今回の学習、レッツスタート。さあ、QC7 つ道具の学習後半戦です。少し複雑な手法も出てきますが、一つ一つ焦らず見ていけば大丈夫です。今日のテーマはヒストグラム。ヒストグラムとは、測定データが存在する範囲をいくつかの区間に分けて積み上げたものを言います。工程のばらつき状態を視覚的に見るための手法となっています。こちらがヒストグラムのイメージです。横軸の規格幅に対して分布を見ることで、データがどのようにばらついているかを確認することができますね。山が鋭く高い場合はばらつきが小さい。山がなだらかで低い場合はばらつきが大きいと判断できます。分析をする際は、データのばらつきの全体像をつかみ、分布の型を確認しましょう。また、規格値と比較する際には、工程能力指数から工程の状態を数値化することも有効です。工程能力指数については、次のレッスンで学びましょう。それでは、ヒストグラムの型について、代表的なものを確認します。まずは、一般型です。左右対称に近い形をしていますね。工程が管理された状態であれば、一般型の分布になります。次に、離れ小島型です。右端、あるいは左端に、ポツンと離れたデータがあるのが特徴です。測定ミスなどの異常値がある場合に見られる分布です。離れ小島型になった時は、データの中身を調べ、異常値を取り除く必要があります。次に、歯抜け型です。測定がうまくできていない場合や、区間の分け方が良くない時に見られます。歯抜け型になった時は、測定方法や区間の分け方を見直しましょう。続いて、二山型と高原型です。二山型は中央付近が低く、左右に2つの山が見られますね。高原型は各区間にあまり差が見られず、平らな印象があります。いずれの型も2つの異なる平均値が混ざったデータを使用した時に現れます。このような分布が発生した際は、再度データを送別しなければなりません。最後に、裾引き型と絶壁型です。裾引き型は左右非対称で、どちらかに偏った山が出来上がります。絶壁型は裾引き型と少し似ていますが、偏っている側が絶壁のように見えるのが特徴です。いずれも規格値から飛び出したデータを選別して取り除いた場合に現れます。規格で制限されたり外されたりしたデータを測定するなど、状態を再確認してみましょう。ヒストグラムを作成してみると、左右対称の一般型が現れないことも多々あります。様々な分布の特徴を押さえておき、対象としているデータの状態が適正かどうか、しっかりと確認することが大切ですよ。ここからは、ヒストグラムの作成手順を説明します。手順は1から7まであります。事例を用いて確認していきましょう。手順1、データ、計量値を収集する。今回は、ある製品のサイクルタイムを100回取得したデータを使用します。手順にデータの最大値と最小値を求める。取得したデータ群の中で最も大きい値と最も小さい値を見つけましょう。今回は最大値が 50.3、最小値が 45.5 ですね。手順3、区間の数を求める。区間数はルートを用います。データ数は100個なので区間数は10となりますね。区間数が小数点になった場合は四捨五入しましょう。続いて手順4、区間の幅 h を求めます。区間の幅 h はこちらの式で求めましょう。最大値 50.3 から最小値 45.5 を引いた値を区間数10で割ります。約 0.5 となりました。手順5、区間の境界値を求める。区間の境界値とは図の丸2が示すところを言います。区
間の境界値は測定単位の1/2の1のところに来るように決めます。まず、一番左の第1区間で下側境界値を求めましょう。こちらの式に当てはめると 45.45 になりました。次に上側境界値を求めます。下側境界値の 45.45 に区間の幅を足して 45.95 です。第1区間の中心値は 45.70 となります。同様に全ての区間で境界値を求めましょう。手順6、データの度数、その区間に当てはまる数をカウントし、度数表を作成する。度数表はこのようなイメージで作成します。区間、中心値、度数チェック、度数の項目が必要ですね。度数チェックの欄は、計測したデータがどの区間に当てはまるかを見て記入しましょう。最後、手順7、ヒストグラムを作成する。度数表に従い、棒グラフとして書きましょう。そして、データ数 N、平均値 X バー、標準偏差シグマなどの必要事項を記入します。標準偏差については次のレッスンでお伝えしますね。以上、ヒストグラムの作り方でした。手順に沿って一つずつ当てはめていけば難しいことがありません。まずは一度手を動かして作成してみましょう。次回はヒストグラムを作成する上で知っておきたい用語について学習します。それでは本日の学習のまとめをしましょう。今日はヒストグラムの概要と作成手順について学びましたね。ヒストグラムとは測定データが存在する範囲をいくつかの区間に分けて積み上げたもので、工程のばらつき状態を視覚的に見るための手法です。作成したヒストグラムの山が鋭く高い場合はばらつきが小さい。山がなだらかで低い場合はばらつきが大きいと判断できます。左右対称の一般型が現れないことも多いため、様々な分布の特徴を押さえておき、対象としているデータの状態が適正かどうか、しっかりと確認することが大切なのでしたね。今回の学習はこれにておしまい。それではまた次のテーマでお会いしましょう。